どうも、車買うチューバーワンソクチューブです。今回は納車されましたレクサスの新型コンパクト SUV LBX、 こちらで車旅に出かけてみたいと思います。今回の旅の目的地は箱根ですね。楽天ステイ富士見テラス箱根芦ノ湖、こちらに行ってみたいと思います。こちらの楽天ステイ富士見テラス箱根芦ノ湖はですね、2024年2月にオープンしたばかりの施設ということで、先行で招待していただきました。どんな施設なのか楽しみですね。そしてね、動画の最後でお得な割引情報もありますので、最後までぜひ見ていってください。そしてね、LBX が納車されて初のロングドライブとなりますので、高速道路のインプレッションや往復での燃費などもレポートしていきたいと思います。でね、楽天トラベルっていうのはね、使ったことある人も多いと思いますが、楽天ステイは聞いたことがないという人もいるかと思います。楽天ステイはですね、楽天グループがプロデュースする宿泊施設で、現在人気観光地を中心に全国約40カ所でユニークな宿泊施設を展開しているということです。私も今回の利用が初めてなので、どんな施設なのか、どんなサービスなのかをレポートしてみたいと思います。はい、じゃあね、ここから首都高5号線に乗って芦ノ湖を目指して行きます。まずね、ちょっとここの合流加速やってみましょうかね。床までドン。まあ早いですね。十分加速は悪くないですね。でも、音は結構エンジンルームからの遮音性は抑えられてるんですけども、特にマーク・レビンソンつけてるんで、私の場合はですね、マーク・レビンソンつけるとですね、25万円のオプションなんですが、これね、開発者の方にアクティブノイズコントロールって何って聞いたんですけども、いわゆるノイズキャンセリング機能ではないということでした。要はロードノイズとか外の音を拾って逆位相の音を立ち上げてですね、ノイズキャンセルする機能ではなくて、エンジンとか駆動系から来る音ですね、そういったものをある程度こうプリセットされているというかですね、例えば、エンジンがこの回転数の時にはこういう、周波数であるとか、駆動系がこういうスピードで走っている時はこういう音であるっていうのがある程度こう設定されていて、それになっている時にキャンセリングをするというような、いわゆるエンジンルームからとかの子守音と言われるようなものが、抑えられるというのがアクティブノイズコントロールだそうです。いわゆるノイズキャンセリングヘッドホンみたいに外の音を拾って逆位相の音を、出しているとか、そういうことではなくて、エンジンルームとか駆動系の音を抑える機能ということです。でも確かにヤリスクロスとかに比べるとエンジンルームからの音とかは聞こえなくなっているなという気がするので、それは効いてるんだと思います。マーク・レビンソンをつけて、スピーカーの数が増えたりとか音質が上がるという以外にもこういったメリットがあるということなんで、つけてもいいんじゃないかなと思います。そして今、首都高5号線走ってますが、音としてはですね、ロードノイズ、風切り音は、若干聞こえるなという印象ですね。横浜で走った時は、結構静かだなと思ってたんですけど、いつもの自分の道で走ると、路面の状況によると思います。だからちょっと5号線の路面が荒れてるのもあると思うんですが、ロードノイズはそれなりに聞こえてきているなという印象はあります。でもですね、LBX はですね、フロントガラスとフロントのドアガラスはアコースティックガラスになっているということで、外の音とかは結構遮音されていると思います。で、プロアクティブドライビングアシストがついてますので、今前の車に近づいているんですが、自動で減速されています。クルーズコントロール中じゃなくても、前の車両に近づきすぎているとき、あとはコーナーに進入することが早すぎるとき、あとは、交差点にウインカー出しているのに減速しないで突っ込んでいくときなどはですね、自動で、減速が入るプロアクティブドライビングアシスト、こちらは、今私はオンにしていますので、減速されたという感じですね。これ納車された時はデフォルトではオフになってますので、オンにしておいた方がいいと思います。あとね、ドライブレコーダーも、ついてるんですが、ついてるというかオプションなんですけども、こちらも、納車された時にはオフの設定になってますので、納車時にですね、営業さんに言ってオンにしてもらう、ないしは自分で選んでオンにするようにしてください。せっかくなんで、クルーズコントロール試してみましょうかね。このボタン一つで、今走っている速度からクルーズコントロールが、立ち上がります。そうすると前の車に追従して、レーダークルーズコントロールが始まります。そしてレーントレーシングアシストは、設定でデフォルトでオンになってますので、今緩やかに右に曲がっていくような、シーンですけれども、このように、車もちょっと怪しいけど
まあ過信は禁物ですけども、一応レーンの中央を維持して走ってくれる機能も備わっているという感じですね。今左に緩やかに折れていきますが、ちゃんと危なげなく、曲がってくれました。そしてこちらの LBX にはオプション9万円ぐらいのオプションにはなりますけども、アドバンストドライブというね、高速道路で渋滞時40キロ未満という条件にはなりますが、ハンズオフ、手放し運転、足放し運転までできるアドバンストドライブも用意されているということで、この辺はね、このコンパクトなクラスでハンズオフができる車っていうのは多分初じゃないかと思うんですけども、そういった先進の運転支援もついている。これはね、グッドポイントですね。今ですね、東名高速を走っているところなんですけれども、いろいろね、ちょっと不満が出てきてしまいました。いきなり不満多数という感じになってしまうんですが、もうこれ納車した時から分かってたっちゃ分かってましたが、ドリンクホルダーですね。これ実際使ってみたらですね、使いづらいということで、何があかんかっていうとですね、セブンイレブンとかのコーヒーですね、あれを置いた時に置くだけ充電のスマホと干渉するってことですね。こう置くだけ充電のこのトレーの位置、これもうちょっと深くならんかったもんですかね。 iPhone Pro Max を置くと微妙にはみ出すんですよ。そうするとドリンクホルダーにセブンのアイスコーヒーとかを置いた時にですね、縁が当たってちょっとどっちかが浮いちゃうっていう状況になってて、これなんか検証したのかなっていう位置にありますね。でさらにですね、ドリンクホルダーがもう1個あるんですけど、それが肘置きのところをスライドさせて使う感じになるので、ここに要は長いペットボトルとかを置くと肘置きとして使えなくなると。さらにですね、シフト操作がしづらくなると。もうってなるような感じでしたね、これは。そうなった場合はですね、長い方のペットボトルをですね、置くだけ充電側に置いて、で背の低い飲み物をこのアームレストのところに置くと。そうすれば解決はするんですけど、そういうこっちゃないですよね。なんかこの辺のレイアウトもうちょっとなんとかうまくならんかったもんかなっていう気はします。であとですね、これ RX の時もそうだったんですけど、この新しい 12.3 インチワイドのメーターでもまた不満点としてあるんですけど、クルーズコントロールをするとメーターリングが消える謎仕様っていう、これ多分クルーズしてますよっていうのを分からせるためにドライブインフォメーションをあえて減らしてるっていう仕様なんだと思うんですけど、それ消す必要あるっていうのを思いますね。なんでハイブリッドインジケーターだったら別に表示してなくてもいいかもしれないですけど、クルーズコントロール中はね。でも今例えば時速100キロで巡航してて何千回転で走ってるんだろうって、いや静かだな、何千回転で回ってんのかなって見たいと思っても、クルーズ中は表示されてないっていう、なんか微妙におせっかいな機能ですね。でクルーズ中って分からせるんであれば、もうちょっとなんか演出あるでしょって思いますけどね。せっかく全画面液晶なのになんか全然活かしきれてない感じはありますね。マツダほどなんか分かりやすくしろとは思わないですけど、あれも微妙に情報見やすいかって言われると微妙なところもあるんで、なんかね、例えばレーンの情報とかが大きく出るとか、そういう演出でいいのになんでメーターリング消しちゃうんだろう。これはなんか微妙におせっかいな機能だなって思います。なんか若干そのメーカー側の主義主張を押し付けがましいところはあるかなって思います。だからドライブモードセレクトがないスポーツモードがないことに関してもそうですよ。なんかこういったその走りのスパイスっていうのは運転が好きな人だったら絶対なんかあった方がいいと思うんですよね。パドルはありますけど、パスタ屋さんとかに行ってうちはこの味に自信があるんでタバスコもチーズも置きませんって言ってるようなもんなんで、いやそれはお客さんによってはね、ミートソースにはやっぱチーズかけたいでしょって人もいるでしょうよって思うけど、そういうのは許容しませんっていう、このユーザー側に選択する余地を残しておいてくれないのはちょっとなんか
若干思想を押し付けてるかなっていう気がします。そこは選ばせてほしいなって思いますけどね。皆さんどう思いますかね。ぜひコメントいただければと思います。いや、私は餃子にはお酢だ、私はラー油だ、お酢と胡椒だっていう人もいると思うんですけど、うちの小籠包は何もつけずに食べてくださいみたいなねそういう感じに近いものがありますよね。今ですね、ちょうど渋滞しました。そしたらですね、アドバンストドライブ、この機能は渋滞中の場合のみ使えますっていう風に出ました。で、今アドバンストドライブなのでハンズオフができてます。やっちゃえレクサスですね。はい、ここにドライバーモニタリング、ハンドル操作をしてくださいと出ました。これなんでなんだろうな。なんかキャンセルされましたね。割り込みが入ったからなのかな。なんか一時的にキャンセルされました。で、このアドバンストドライブがついているとですね、高速道路で、40キロ未満で渋滞中に限りですね、ハンズオフ、手放し運転ができるという機能となっています。で、今30キロ台だったんですけど、今もうちょっとね、流れが速くなってきて、40キロ超えたので、ハンズオフはできませんけども、こういうね、渋滞中にハンズオフができる、機能がこちらの LBX には備わっているということで、小さな高級車って感じしますよね。あとですね、今回マーク・レビンソンつけましたので、サウンドのチェックと音質のチェックという感じでやってみたいと思うんですが、GoPro のねマイクだとあんまり伝わらないかもしれないですけど、今パッと聞いてですね、若干ちょっとイコライザーをいじって、聞いてみた感じですね。悪くないですね。このコンパクトクラスでここまで音を出してればいいんじゃないかなと思います。ちょっとねサンプルでかけてみましょうかね。これがですね、実際に LBX のスピーカーから流してる音ですね。いや、結構このコンパクトクラスでここまで低音の中低音のね抜け感っていうんですかね、ビビったりとかしないような感じはいいと思います。でですね、これも開発者の方にインタビューしたんですけど、結構マーク・レビンソンの音作りを担当した方がですね、LBX と結構いい音鳴るという風に言っていたそうです。それっていうのもやっぱりそのボディのね、この体幹の部分というかフレームの部分とかの合成がしっかりしてるから、スピーカーの鳴りを支えてくれるという効果もあって、かなりねこのコンパクトクラスとしてはスピーカーの音質いいですね。じゃあまたねしばらく走って行きたいと思います。海ですね。西湘バイパスをちょっと走っていきたいと思いますが、いや久しぶりの西湘バイパスですね。箱根はね、首都圏からでもアクセスがいいのがいいですよね。だから気合い入れてドライブするぞっていうね、何百キロも走らないでも行けるというところの距離感がありがたいですね。いや海も見えるし。はい、今ですね西湘バイパス走ってるんですけど、ここ継ぎ目が連続するような道なんですが、結構ガタンゴときますね。だからこれが4駆の方がショックの収まりは良かった感じがあったんで、その辺はやっぱリアがダブルビッシュボンっていうのと、あと車重がね80キロ重いというのが効いてたのかもしれませんが、こういうちょっと継ぎ目が連続するような道は若干ちょっと突き上げが気になるかなという部分がありました。 FF だとね、これが4駆だと同じ道走った時どうなるのかはちょっと試してないんで分かんないですけど、西湘バイパスはちょっとねガタンゴトンガタンゴトンピッチングはしないけど突き上げはあるなという感じでしたね。はい、今ですね箱根ターンパイクに来ました。じゃあここからノーマルモードで走っていきたいと思います。力強い力強い、十分力強いですね。結構やっぱ LBX はですね、乗り心地はややねスポーティーというかハードめですね。路面のこう起伏はですねコツコツと伝えてきますね。で、残念ながらスポーツモードはないというふうに最初に言いましたけども、これ開発者の方に聞いたらですね、やっぱノーマルモードでも十分楽しめるように設定してあるということでした。で、実際に山坂道を走ってると
いうふうに車の方で判断した場合はですね、アクセル回路に対する出力とかも調整されたりとかですね、あとエンジンの待機回転数が高いところになって、すぐに、アクセルを踏んでからですね、ピックアップが良くなるように、そういった調整も入るそうですね。で、今山登ってますが、意外とエンジン音は聞こえてくるなという、うなってる感じはあるなという印象はあります。これもマクレビが効いてるんで、抑え込まれている方だとは思うんですが、全然聞こえないわけではないですね。ヤリクロよりは抑えられてるんでしょうけども、それなりに聞こえてくるという感じです。そして今上りをひたすら登っていっていますが、パワーとしては力よりも先にエンジンの回転数が上がってる方が聞こえてきてしまうんで、余裕で登っていくという感じにはならないですけども、ステアフィールはやっぱりいいですね。これはヤリクロより良いかもな。ちょっと切ったらもうすぐにね、ノーズが向きを変えるぐらいクイックですね。この辺の走りの楽しさはあると思います。でもやっぱモアパワーを求めたくなる気持ちもありますね。やっぱ上り坂だと特にね。こういう音が聞こえてきますからね。そういう人はね、これから発売が予定されている1.6 リッターターボモデル、あちらを望む方が良いんじゃないかなと思います。でも燃費との両立とかそういうところを考えると、このね、標準の LBX でもいいと思いますけどね。でもやっぱ足回りがスポーティーなだけにですね、こういう山坂道を走っても、気持ちよく駆け抜けていきますね。パドルも備わってるんでね、減速をしたい時とかは楽しめますしね。だから純粋なスポーツモードはやっぱりないので、どうしてもこう上りが続くようなシーンだとエンジンがうなりっぱなしになってしまうなというのはしょうがないところかもしれないですね。でもコーナーもねロールしないし、足回りそしてボディのポテンシャル、ステアフィールはすごく良いですね。やはりだからモアパワーを求めたくなる感はちょっとあるかな。要はシャシーとかの性能が勝ってしまっているっていうやつですね。よく言えばね、使い切れる楽しさというふうに言い換えることもできるかも。でもそうなるとなんかもうちょっと走りのギミックがパドル以外にも欲しいなと思うところではありますね。あんまりシフトアップしてもあんまりシフトアップ感がない感はありますね。でもこれだからダウンヒルとかの方が楽しいかもしれないですね、上り坂よりは。コーナーではもう全然そのポテンシャルを持て余してる感はありますね。そのぐらいシャシーと足回りとステアのポテンシャルは高いです。はい、ターンパイクを抜けまして、これからねお宿向かっていきたいと思います。いや、芦ノ湖ビューですね。で今回のお宿ももう目の前が芦ノ湖の、レイクビューになっているということなんで、めちゃくちゃ楽しみですね。はい、箱根の関所の辺りまで来ました。本当にねここが、箱根のほとりのところで、関所のところもね今日混んでそうですね。関所跡がこちらですけれども、はい、結構にぎわってますね。で今日はですねもうそのままお宿に直行してですね、明日少しね、観光していきたいと思います。周辺観光ねしていきたいと思いますが、もう間もなく宿という形で、はい、ここですね、楽天ステイ富士見テラスというふうに書いてあります。いや、めちゃくちゃ大鳥居のところの目の前ですね。超ロケーションいいですね。はい、ここに止めていくということで、すごい EV の 6kW のチャージャーも4基ありますね。いや、めちゃ絶景だわここ。はい、到着でございます。楽天ステイ
富士見テラス箱根芦ノ湖、どんな宿なんでしょう。ということで、楽天ステイ富士見テラス箱根芦ノ湖をチェックインしてみます。でこちらはですね、入り口のところに、オートロックみたいな感じになっていてですね、あらかじめねメールで届いていた予約番号みたいなものをね、入力するとここが開くと。でカウンターとか受付とかはなくてですね、完全スタッフがいない無人運営になっているんですね。チェックインチェックアウトはお部屋の中のねタブレットを通して遠隔のオペレーターと対面で行うという形になっています。なのでチェックインやチェックアウトでね待たされることもないので、これは快適でしたね。はい、じゃあ早速お部屋チェックしてみたいと思いますが、ここも無人ですね。鍵もいらないと。でここで番号を入れる感じですね。はい、開きました。はい、じゃあお邪魔しますと。リビングっぽい方行ってみましょうかね。いや、部屋がめっちゃいっぱいあるぞ。後で1個ずつ開けていきましょう。おー、めっちゃ広い。声が反響して聞こえると思いますが、めちゃくちゃ広いですね。いや、私今まで泊まったお宿の中で一番広いかもしれない。でこのカウンターキッチンになっていて、ここでね結構調理とかもできると。滞在ができる宿ということで、楽天ステイのステイってそういうことなんですね。でこっちに超巨大なテレビありますが、さらにこちらにプロジェクターでめちゃくちゃでかい画面が映ってますね。これ後でちょっと使ってみましょう。そしてこのねソファーもいいですね。結構しっかりとした硬さがあって私好みのソファーですね。そして見てください。このレイクビュー、しかも今まさに海賊船が目の前に来ている。こんないいロケーションなんだ。ちょっとテラスに出てみましょう。富士見テラスという名前になってますが、ここのベランダのところにもこういうバーベキューセットとかありますね。海賊船だけじゃなくて遊覧船も来てますね。ここがね発着場ですから、ここにみんな戻ってきてると。いや、超絶絶景ですね。いや、これはすごいわ。超贅沢。いや、こんな贅沢な部屋はちょっと今までなかったかもしれない。気になるのはこっちですよね。ここなんだろうな。ここが洗面所ですね。洗面所も広い。ここはトイレですね。壁もおしゃれ。そしてここがお風呂でしょうか。来ました。シンクがここ2つもあるが、その奥がなんとヒノキのめっちゃいい匂いがする。ここがお風呂ですね。しかも芦ノ湖ビュー。これは贅沢だ。いや、これ見てくださいよ。奥に鳥居が見えると思いますが、先ほどのね海賊船とかも見ながらお風呂入ることができると。でさらにここから涼むねテラスもありますよね。さらにそれだけじゃないんですよ。なんとサウナまでついているということで、お部屋付きのサウナがありますよ。サ活ができますね、ここで。しかもこの芦ノ湖見ながら整うこともできると。いや、これは贅沢だ。後でちょっとたっぷり堪能したいと思います。そしてね、このね外気浴デッキというのがありますが、ここでもちょっとねサウナの熱を冷ますことができると。そしてここの海賊船ビュー、ここねちょっと全裸で行くとね下歩いてる人とかもいますんで丸見えになっちゃうんでね、そこは注意していただきたいと思いますが、いや、この眺め、そしてこのお風呂、いや贅沢。そしてこちらのお風呂なんですけど、ただのお湯じゃなくて温泉ですよ。しかもかけ流しということで、これまた嬉しい。温泉マニアの私には超嬉しい物件ですね、これは。さらにですね、こちらのシンクが2つあって、何人でも4人とか5人とかでも、ファミリーでも泊まれるようになってるんですが、ここにウォーターサーバーまであって、サウナで、喉が渇いた時とかにも飲めると。コップまで用意されてますからね、至れり尽くせりですね。そして気になっていたスルーした扉1つ目開けてみましょう。オープン。ここにもトイレがあるということで、トイレ ×2 ですね。ファミリーで泊まった時とかトイレが多いと嬉しいですよね。そしてここの扉は
オープン。ここは寝室だ。しかもなんか間接照明とかブルーの壁とか絵がかかってたりしておしゃれですね。そしてね、一番最初にスルーした玄関の隣にあるこちらの部屋も開けてみましょう。オープン。ここも寝室ですね。だから本当にファミリーで来てもね、余裕で泊まれるぐらいのベッドがありますね。で、床暖房もついてますよ。いやー、贅沢ですね。そして気になるキッチンですけれども、こちらの楽天ステイではですね、食事は自分で用意するというプランとかですね、あとは外に食べに行くというプランがあるんですが、今回は私が自分で用意するというプランになってますので、食事がですね、この冷蔵庫の中に入っているということで、冷蔵庫の中のものは飲み放題、食べ放題ということで、すごい、こんな入ってんだ。オールインクルーシブも、ほら、冷蔵庫内のドリンクはご自由にお飲みいただけますということで、すごいですね。赤ワイン、そしてこれもワインですね。で、白ワイン、みかんワイン、小田原みかんワインというのがあって、さらにこれなんかおつまみセットみたいなやつがありますね。で、あとさつま揚げとコーンとホタテの焼き釜ですね。鈴廣のかまぼこですね。で、あとはこういうなんかオリーブとチーズとなんかサラミみたいなやつですね。で、あと、野菜ジュースとお茶で、ミネラルウォーターで、あとなんか、レモン片浦レモンサイダーというのがありますね。で、富士山サイダー、さらに嬉しい日本酒までありますね。しかも純米吟醸ですよ。いや、これは嬉しい。そしてご飯なんですけれども、国産鴨のしゃぶしゃぶ鍋おばんざいセットというのがあります。これね、夜ご飯の時ちょっと試してみましょう。そしてここだけで終わりじゃないんですよ。さらにこの下の段にはですね、海の幸を詰めた海鮮瓶、厳選野菜を使用したサラダの和朝食ボックス、これ朝ごはんもここに用意されていると。他にもですね、コーヒーのね、こういうね、ポーションのやつですね。東京ルンゴとリストレットデカフェというものも、ここで飲み放題。食器類もここに豊富にあるので、ファミリーで来てもね、余裕で、使い切らないぐらいがたくさん入ってますね。このルネッサンスできるワイングラスとかもありますね。そしてですね、ここにテーブルになんか紙が置いてあったんですけれども、ウェルカムスイーツみたいな感じでですね、ウェルカムスイーツご用意してありますということで、これ冷蔵庫に入ってました。ロリアン洋菓子店というね、うまいもの大会笑顔賞を受賞したというね、この楽天市場のおすすめスイーツがウェルカムスイーツとしてあると。これもユニーク。さらにですね、おつまみとかお菓子とかが足りなかった場合はですね、エントランスの近くにありました自販機があったんですけれども、ここで楽天市場の取り扱い商品が買うことができると。ちょっと小腹空いたなとかっていう時にはね、買い足しもできると。こういうサービスにもなってます。で、今気がついたんですけど、ここのベランダのところのテラス、こちらにはなんと足湯、カウンター付きの足湯まであるんですね。後でちょっと入ってみたいと思いますが、しかもね、至れり尽くせりなのが、ここにですね、ちゃんとクッションとタオルまで用意してあるんですね。いやー、サービスがすごいな、これ。いやー、富士見テラスという名前がつくだけにですね、富士山見えてきましたね。この富士山を見ながら足湯に入ったりね、温泉に入ったりサウナに入ったりできるっていうのはね、これは贅沢ですね。大人のたしなみっていうか、大人になったらこういうことしたかったなっていうのがまさに実現しているような感覚があります。いや、贅沢で、こういう家電とかも一流のものが揃ってますね。レイプソンのプロジェクターですけど、ヤマハのね、音響システムがついていて、さらにこういうね、サウンドスピーカーにはバウアーズ&ウィルキンスが使われてますね。ボルボとかのオーディオで使われてるのと同じですね。しかも加湿器もこんなおしゃれな角という加湿器があって、さらにね、サーキュレーター、扇風機、温風機はですね、ダイソンになっているということで、いろいろなこういうね、家具家電も一流のものが揃ってますね。今回ね、泊まったこのサウナがついている部屋はスイートルームになるんですけれども、ペット OK の部屋もあるということで、いや、ここめちゃくちゃいいんで、ちょっとまたね、実家の両親とかクーちゃん連れてね、来たいと思います。
はい、このでっかいねプロジェクターで YouTube とかねダゾーンとか Netflix とか、ログインする必要はありますけれども、これで見ることができるということで、ワンソクチューブも見ちゃいましょうかね。いやこれは贅沢ですね。ここでねお酒とかを飲みながら、そしてこちらのねレイクビュー楽しみながら YouTube とかね映画とかも見ることができると。いやこれもいいですね。はい、それではね、ウェルカムスイーツのロリアン洋菓子店の黄金のモンブラン開けてみたいと思います。オープン。おー、こういう感じなんだ。すごっ。はい、出してみましたが、すごいですね。ロールケーキとモンブランが合体したような感じですけど、これを2人で食べるのは結構な量ですが、明日のね朝の分まででもねちょっとゆっくり食べていきたいと思います。はい、じゃあこのね、黄金のモンブランロールちょっと食べてみたいと思います。いただきます。甘すぎなくて美味しいですね。さすがこの楽天でうまいもの大会笑顔賞取っただけのことはありますね。はい、これからね、夕食食べていきたいと思いますけれども、冷蔵庫に入っていたですね国産鴨のしゃぶしゃぶ鍋&おばんざいセットというものが入っていましたので、これ展開してみました。で卓上のね IH、コンロとですね、あとおばんざいセットですね。おばんざいがこんな感じで、入っていました。であとこちらが鴨のしゃぶしゃぶと、上に乗ってるのがねネギトロじゃなくてつくねですね。で柚子胡椒とかがあると。でこれが私のおばんざいですけれども、あとね鍋がこんな感じであるという感じですね。でだしがそれぞれ鍋用と、あと締めのこのうどん用ですね。このうどん自体もなんか楽天市場で人気のうどんだそうですね。あと湯葉がここに入っていました。これを調理して食べていくという感じですけれども、これ以外にもねなんかバーベキューとかをこうテラスのところでねやることもできるということですが、私は今回この鍋セットにしました。で巨大なプロジェクターでワンソクチューブを見ながら鍋をいただくという感じですね。こういうのもいいですね。で調理法なんですけれども、ここのね QR コードを読み込んで、そうするとですね調理法がですねスマホで、食べ方をこうね書いてあるという感じになっています。なのでこれに沿って作っていきたいと思います。はい、じゃあワンソクチューブを見ながら、純米吟醸箱根産をいただきます。日本酒ですね。うまい。はい、おはようございます。今はですね、一泊した翌日の朝、そして、湖を見てみたんですけれども、残念ながら富士山はねちょっと、隠れてしまっているんですが、これから見えるといいなというところです。そして朝ごはんなんですけども、こちらですね、海の幸を詰めた海鮮瓶&厳選野菜を使用した野菜サラダの和朝食ボックスと、はい、こんな感じということで、じゃあ実際に開けてみましょう。オープン。こういう感じなんですね。炊飯が必要ということで、お米がね、このように入っていました。であとお味噌汁はこういうねフリーズドライのものが入っていると。でこれが何かというと海鮮瓶ということで、海の幸を詰めた海鮮瓶ということで、お米を炊いて海鮮丼を作るというような感じですね。そしてサラダが入っているということで、調理していきましょう。ちなみにですね、こちらの和朝食以外にも洋食の朝食も選べるような形になっています。はい、閉めます。これもなんか象
象印のいい炊飯器ですよね。で炊飯をいやー最高ですね。朝風呂も最高。ちょっと富士山少し先端が見えてきました。いやーこの風呂は最高すぎるでしょう。このね窓がねこう開けられるっていうのがいいですよ。そうするともう半露天風呂みたいな感じで結構涼しい風がね入ってきてもういつまででも入ってられるという感じですね。普通のね温泉とか大浴場があるところは何時までとか、あと夜入れなかったりとか、あとねサウナもですね朝とか入れなかったりとか24時間使えなかったりしますが、こちらの温泉は24時間好きな時に自分だけのお風呂入ることができると。しかもこの絶景ですから、いやこれはね良かったですね。いやサウナもいいですね。普通ねサウナとかスマホ持ってると怒られちゃいますが、ここだったら誰も気にせずね好きなだけスマホ持ってサウナ入ることができると。で外でね暑くなった時にはこう外気浴することもできると。このサウナも24時間入り放題、いいな。はい、ご飯が炊けたので開けます。オープン。美味しそうに炊けております。これでセルフ海鮮丼を作っていきます。はい、セルフ海鮮丼作ってみましたけど、こんな感じですね。いや朝ごはんもなかなかいいですね。そしてなんか普通のお宿だとね何時に行ってとかっていうそういう時間とかに追われたりする感じありますが、こちらの楽天ステイだとね自分の好きな時間にご飯食べて自分の好きな時間にねお風呂入ってサウナ入ってってできるのがいいですね。ゆったりとした時間が流れている感じがします。はい、といった感じで楽天ステイ富士見テラス箱根芦ノ湖一泊してみましたけれども、いやー贅沢でしたね。私は毎月旅行するほど旅好きなんで、施設の設備とかねアメニティこういったものにはうるさい方なんですけども、こちらの楽天ステイ富士見テラス箱根芦ノ湖の設備やアメニティはクオリティ高くてですね、ハイクラスの宿に泊まり慣れている人でも満足できると思います。全室絶景が望める野外テラス設置のカウンター付き足湯とか、全室でっかいプロジェクター付き、そしてね鍵なしでも自由に出入りできるスマートロック、コンビニも近くにありましたからね。で家具とかね家電とかキッチン用具など生活に必要なものは一式揃っているので長期滞在にもおすすめですね。でさらにワンちゃん OK の宿泊できる部屋もあるということで、本当にね他の人の目を気にしたりとか、例えば小さなお子さんがいて周りに迷惑かけないかとかね心配な人とかもね本当に家族水入らずで過ごすことができます。どんな高級な宿とかホテルでも周りのお客さんがなんかうるさかったり酔っ払って騒いでいたりとか、子供がドタドタ走り回っていたりとか落ち着けなかったりすることもあると思うんですけども、逆に自分の家族に子供がいる場合とかねペットがいる場合とか周りに気を使って疲れてしまうってこともあると思うんですけども、そうしたね他人とのストレスが一切ない自分と家族、友人、恋人だけで過ごせる極上のプライベート空間と言えると思います。上げ膳下げ膳してくれるね宿もいいですが、たまにはこうして自分たちだけでね食事を作るという体験もすごく楽しかったので、大人の贅沢な休日を自分や大切な人にプレゼントしてみるのも良いと思います。私もね両親そしてペットのクーちゃん連れてまた楽天ステイ泊まっていきたいと思います。そして気になる今回の宿泊のお値段ですが、詳しくはですね下の概要欄にリンクがありますのでぜひチェックしてみてください。そして今回特別にワンソクチューブ視聴者限定でこちらの楽天ステイ富士見テラス箱根芦ノ湖の利用料金を先着順限定数はありますけれども割引になりますので、下の概要欄のリンクからぜひねチェックしてみてください。先着順なのでお早めにどうぞ。一つだけ注意点としてはですね、部屋着とかねパジャマ浴衣がありませんので、そういった部屋着だけはね、持っていくようにしてください。はい、といった感じで楽天ステイ富士見テラス箱根芦ノ湖、宿泊させていただきました。ありがとうございました。チェックアウトもね、タブレットで押すだけだったので簡単でしたね。待たずに済むというのはいいですね。このね、楽天ステイ富士見テラス箱根芦ノ湖はですね、観光地のど真ん中にありますから、もういろいろな場所にアクセスがいいんですよね。なので今日はこれからね少し周辺の観光地、回って帰りたいと思います。すぐ隣がですね箱根恩賜公園というのがありまして、
そこがね、もともと皇室のなんかその御用邸みたいなところだったらしいんですが、今公園として開放されてるんですが、歩いて行けるぐらいの距離だったんで歩いて行ってきました。そこもね、なんか洋館が立っていていい感じだったんですけれども、その後ですね、実はワンソクチューブのメンバーシップのロイヤルメンバーというね、1年以上メンバーシップ参加してくれてる方と、プチオフを、やるというのをたまにね、日本各地で私が旅行行った時に、やるんですが、それをね、海賊船の乗り場のあたりでね、やらせていただいて、そこで皆さんと、お昼ご飯を食べてですね、芦ノ湖はね、ワカサギがなんか名物だということで、ワカサギのフライが入っているミックスフライをね、みんな同じものを食べたという感じで、6人だったんですけれども、みんなでミックスフライを食べて、1時間半ぐらい談義をしてですね、4台並べて、写真を撮って、今に至るという感じですが、これからちょっとね、箱根の観光もしたいと思いますので、箱根神社、そして、時間があれば大涌谷まで行ってみたいと思います。はい、今ですね、大涌谷行ってきました。いや、箱根神社行ってから大涌谷行こうと思ったんですけど、箱根神社の駐車場がわちゃわちゃだったんで、大涌谷に目指したんですけど、大涌谷の駐車場もいっぱいで結構入るのに並びましたね。で、しかもですね、今、ガスがですね、2015年にね、噴火した関係もありましてか、要予約でガイド付きじゃないと入れないということだったんで、本当お土産物屋さん周りだけを見てきたという感じでしたけれども、もう本当久しぶりに来た大涌谷、なんか大自然の力という感じがしましたね。もう周り結構ね、外国人観光客の方がめちゃくちゃいっぱいでしたね。活況が戻ってきてますよね、日本のいろんな観光地もね。いや、これは嬉しいことです。なのでちょっとね、もう遅くなってしまいましたので、今日はね、もう箱根神社寄らずにですね、またの機会ということで、帰っていきたいと思います。はい、ということで埼玉まで戻ってきました。で、走行距離がですね、297キロ走ってますので、納車されてからですね、約300キロぐらい走ったと、いうことです。今回の旅行以外ね、納車された時以来走ってませんでしたからね。そしてリセット間平均燃費がリッター 20.8 まで上がりました。途中ね、ターンパイク駆け抜けたりとかね、大涌谷の山の上まで登ったりとかした中では、こんだけリッター20以上出てるんだったらね、燃費もまあまあいいんじゃないかと思います。そして今回訪れたね、楽天ステイ富士見テラス箱根芦ノ湖、こちらですけれども、ワンソクチューブ視聴者の方に限定でですね、お得な割引情報出てますので、先着順限定数ありますが、ちょっとね、興味ある、泊まってみたいと思った方はね、ぜひ下の概要欄、そしてトップコメント固定でリンク貼っておきますので、チェックしてみてください。私もリピート決定ですね。楽天ステイ、よかった。車でも旅行でも買いたいと思った時、行きたいと思った時がやり時ですからね、好きなもの買ったり旅行行ったりして経済回していきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューバーワンソクチューブ、次回もお楽しみに。